本日はね、ちょっと珍しい祭り料理を作っていきますよ。それでは本編をどうぞ。はいどうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はアフレコにてお送りしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私ピエールですね、ここ最近体調を崩してまして、まあ咳が止まらない。で今もね収録している最中、もう咳が止まらなくて何回もストップしております。ガラガラ声でねちょっと聞き取りづらいことあるかと思いますけれども、ご了承くださいませ。とはいえね、元気に参りましょう。はい、冒頭でもお伝えしましたが、本日はね祭り料理というものを作っていきます。でね、なんで急にこんな祭り料理を作るのかという話なんですが、本日この収録しているのが5月の16日になります。そしてね、間もなく20日になるんですけども、この5月の20日というのがね、毎年庄内地方酒田市で酒田祭りというものが行われます。それでですね、この酒田祭りの時期にこの地域の方々がですね、もう古くから食べられていた料理があるわけです。それがですね、今ちょうど作っているマスのあんかけうどん、それからですね、前回動画に上げた卵寒天、主にね今のこの2つがこの時期に食べられていた祭り料理と言われています。さらにですね、めちゃくちゃタイミングがいい話なんですけれども、今回ねローカル番組なんですが、名前出したらいいのかな、TUY のどすこい山形っていう番組がありまして、そちらでですね5月の14日水曜日に酒田特集がありまして、そちらでですね当店も出演させていただきました。はい、その時にですね、まさにこのマスあんかけうどんと卵寒天を紹介させていただきました。はい、なのでね、そちらはですねTVer で1週間見逃し配信しておりますので、よかったらね、概要欄に貼っときますので、そちらの方も見ていただければと思います。というわけでね、いろんな条件が重なりまして、僕もねこれは自分の動画にぜひね作り方を収めたいなと思ったので、今回動画にしたというわけです。前置きが少し長くなってしまいましたが、それではねマスあんかけうどんの作り方を説明いたします。説明すると言ってもですね、至ってシンプルな料理でして、ほんとねこの今までの映像を見ていただければ割と作り方はわかるんじゃないかなと思います。でね、この料理を作る上で一番の重要なポイントなんですけれども、あんの硬さというのがね、後で見ていただくとわかるんですけども、結構硬めにですねあんを作ってます。それはねなんでかと言いますと、うどんの中にですねやっぱり水分が多く含まれておりますので、あまり緩いあんをですねうどんにかけて混ぜていくとですね、自然とあんが水っぽくなっていくわけですね。なので初めからちょっと硬くしておくと、混ぜた時にちょうどいい塩梅になるので、そちらがポイントになります。そこのね、あんの硬さだけちょっと気をつけて作っていただければと思います。で、そもそもこの料理がなぜ生まれたかというと、まずね具材が今見ていただくと分かるんですけれども、この時期に取れる桜マス、これをほぐしたもの、どうしてほぐしたものを使うかっていうのも魚をさばく方だと分かるんですけれども、頭の方だとか尻尾の方だとか、ちょっとこうそのままの状態でちょっと出しづらい場所があるわけですね。そういったところ、魚の端っこの部分はどうしても使わなくなります。ただですね、捨てるというのは論外でして、どのようにすれば使えるかっていうのが発想ですね。そこから生まれたのがマスのほぐしたものをかけるという、これが一般的になっています。でそして、乗せるものがこの季節のニラ。ニラはですね桜マスと相性がいいと言われてまして、ニラマスという名前の料理があるぐらい相性が抜群です。でそれに当時貴重だった卵を、砕いたもの、はい、これにですね、あんをかけて混ぜて食べるというのが特徴になります。でこのあんもですねちょっと甘めなんですよね。これも当時貴重だった砂糖をたくさん入れるというのが当時のそのステータスみたいなものだったようですね。家同士甘さを競い合ってたなんてね、そんな逸話もあるぐらい甘いみたらし団子みたいなイメージですねのあんをかけております。これが特徴ですね。はい。
さあでは盛り付けてまいりましょう。先ほどね、準備したマスのほぐした身と、ニラと、そしてゆで卵。こちらをですね、うどんの上に乗せまして、はい。そして最後に甘いあんをかけて完成になります。こちらね、おかげさまでテレビ出演の影響もあってか、ものすごく評判が良く、毎日のようにですね、オーダーが入っております。そしてね、たくさんのご要望いただいたので、テイクアウトの方も始めました。まだね、全国発送とか、そのような準備はできてないんですけれども、今後ね、そういうのもやっていきたいななんて思っております。はい。なのでね、その体制が整ったらね、全国の皆さん、ぜひね、一度食べてみてはいかがでしょうか。本当、このどちらの料理もね、今までに味わったことがないと思いますので、もう必ず喜んでいただけると自信を持ってお勧めいたします。はい、このような形になっております。やっぱりね、照りは正義ですよね。この照りがあるからより美味しく見えると。はい、じゃあせっかくなんでね、前回動画にあげた卵寒天も一緒に盛り付けていきたいと思います。こちらもね、酒田祭りには欠かせない一品となっておりまして、はい、この2つが揃うとね、もう地元の人からすると祭りが来たなぁとしみじみ思うわけです。はい。でね、この2つだけじゃないんですよ。祭りの時に食べるものは。これ以外にも、妄想汁だとか、あと桜マスの煮付けだとか、そういったものもありますが、今回は割愛させていただきます。はい。じゃあ今日はね、実食もしちゃいました。ちょっとね、別日に撮ったので、器の方は変わっております。そして、この日ね、めちゃくちゃお腹空いてたので、ちょっと量も多くしちゃいました。うますぎ笑ったーってことですよね。これはね、ちょっと汚く見えるんですけども、よく混ぜて食べると、もうめちゃくちゃ美味しいので、ぜひね、試してみてください。しかし、我ながら、いい音して食べてんな。なんか、腹減ってきたんで、今日はこの辺で失礼します。はい、本日の仕込みは以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。おーす。怖くないさ